はい、どうも、戸岸亮太です。今日はオムプロさんにオムライスの作り方を教えていただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。僕は愛知県岡崎市でサンタっていうオムライス屋をやっておりまして、またですね、クリエイターとしてもオムライスを投稿し続けるっていう、変なアカウントやってます。今日昼食べに行ったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。一応日本一を取らせてもらって、かごめさん主催のオムライススタジアムっていうのがあるんですけど、そこで日本一を取らせていただきました。なので味もね、美味しいと思います。めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。入り口にあったトロフィーですか？そうですそうです。あれがそうですね、でっかいトロフィーあるんですけど、それが日本一になったトロフィーになります。すごい。今日はそんなすごい方にオムライスの作り方を教えていただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずこれご飯なんですけど、今から作るのはパッカンオムライスっていうのを作ろうかなと思います。パッカンオムライスっていうのはご飯の上にオムレツを乗せてナイフで切るとパカッと割れるようなオムライスのことです。これちょっと、最後に亮太君ちょっと作ってもらおうかなと思ってます。頑張ります。パッカンオムライスって、そういう名前なんですか？いや、これは僕が作りました。なるほど。つけて、パッカンオムライスっていう名前で、出しました。メニューとして。結構なんかこれが広まって、今にはもうパッカンオムライスっていう名前が広がりましたね。なるほど。で、ご飯はですね、こういう、型が一応あるんですけど、型がなければこんな感じで、ご飯持ってください。やっぱ高さがあると、オムレツ開きやすいので、高さがあるといいですね。こんな感じです。高さが大事なんですね。そうですね、高さ大事ですね。やっぱオムレツは、自然に落ちるようにしてるんですよ。自然に落ちるっていうのは、こう切った瞬間にパカッと落ちるようにするには、高さがあると落ちやすいですね。これはちなみにどうやって高さ出すんですか？これはこうヘラとかでこう持っていく感じですね。本当は型があると一番いいんですけど、買わないといけないので、これでご飯持ってこういう風にヘラでこう高さを出すっていう感じですかね。これやると落ちやすいです。次卵なんですけど、卵はこれですね、もう終わってあるんですけど、これ卵3つ使っているんですけど、3個分です。サイズとかあるんですか？は L を一番大きい卵を使ってください。これ理由があって、卵白が多い方がふわふわのオムレツができるんですよ。そうなんですか？なんで卵白が多い L の卵、L というかね、一番でっかい卵を使ってください。卵白と卵黄も混ざり合ってるっていうか一体になってると思うんですけど、ここまで混ぜてちゃってください。なるほど。たまに白身だけ残ってるのがそうです。やっぱ固まる温度が変わってくるんですね。なのでムラができちゃうんです。なのでしっかりと一体になるまで混ぜる。これも大事ですね。これが卵重要です。卵黄の方が固まるの確か早いですよね。そうですね。温度差があるんで混ざりきってないと、そうです。食感とかに差が出るんですか？そうですね。食感とか焼き具合にやっぱりひっついちゃうところとひっつかないところっていうか、ここにばらつきが出ちゃうんですよね。ムラがあるとひっつくんですよ。これ融点がちょっと変わるんで、なのでひっつくところひっつかないところが出てきちゃうと、その分焼かれちゃうところと焼ききれないところっていうのが出てきてムラができます。あとはフライパンですね。これはオムプロパンって言って僕が開発したフライパンなんですけど、でもこのサイズ感がいいんですよね。これ18センチなんですけど、18センチで作ってて、そうすると3つの卵でこの綺麗なオムレツ巻けます。2つとかでもいけますね。それ2つでもいいですか？別に2つでも大丈夫ですよ。ただその分ちょっと難しくなるから早めに火が通っちゃうんで早く作らないといけないって感じですかね。じゃあちょっと早速作っていこうかなと思います。まずこれ油入れます。これ本当にちょっとでいいです。小さじの1/2の1ぐらいとかで全然いいですね。あとは余熱が大事なんです。余熱っていうのはフライパンを温める作業なんですけど、これができてないとフライパンにくっつきます。これちょっと聞いてほしいんですけど、卵を先頭につけて、これ何も音しないですよ。確かに。これだとひっつきます。これで入れても絶対にひっつきます。わかります？パチパチいったら OK なんです。で、あとは気になるのは多分火だと思うんですけど、これ今強火でやってるんですけど、強火でやった方が綺麗にできます。ただその分早くしないといけないんですよね。なので最初は弱火でやることがいいかなと思います。余熱は強火でやって作り始めるタイミングで弱火にする。こうするとゆっくりと時間をかけて作ることができるんで。じゃあちょっと今日は弱火でやってみますか。ありがとうございます。説明をしながらお願いします。
はい。じゃあこれでもう余熱は OK だったんでいけます。はい。そう、いけます。一気に入れちゃって、で、こう端から周りから混ぜるように中に入れる。こんな感じで混ぜるんですね。ずーっと混ぜます。左はこう切りながら、右手は混ぜる。で、長い木っていう卵の液ですねがなくなってきたら止めます。はい、はい、そしたらここを一回こう取ってあげます。はい、へばりついて取ったらヘラに持ち替えてこう奥にこっちも奥に持ってきます。はい、でこっちの奥のへばりついてる卵を取ってあげて、次トントンですね。トントンは左手をこう上下、はい、で右手はこのロゴのマークあたりをトントンってすると外れるようになりますね。で今外れなかったんですけど、これなんでかっていうとこれ焼けてないです。はい、なので焼いてあげて、はい、これでもう飛んでいきますよね。いいですよ。はい、トントントン。おお。ります。はい、これで中心に来てくれました。なるほど。でひっくり返します。簡単そうにやってますけど絶対難しい。そうかもしれないですね。これが一番難関ですね。でひっくり返す時はこう奥に入れて一斉なので、綺麗な感じで、はい、すごっできます。めちゃくちゃ綺麗ですね。そうですね。これがねよく混ぜるとこうツヤができてきますね。でつなぎ目を下を焼いてあげます。だいたい3ぐらい、1、2、3で。そしたらじゃあ上に乗せていきますね。はい、ここに乗せます。バランスよくこう滑らす感じですね。はい、乗ってくれました。これりょうたくんからもらったナイフでありがとうございます。切っていきます。はい、切るときは押して引くです。いきます。はい、ここかな。押して引くだ。はい、パカーン。すごい。はい、開いてくれます。こんな感じで、はい、オムレツできます。めちゃくちゃ綺麗ですね。そうなんですよ。こう自然に焼くのはすごく難しいんですけど、薄い膜で作ってあげるとこう自然に開いてくれるんで、まありょうたくんはできるかなと思います。まあ頑張ります。ちなみにはい先生、はい、公開応援の動画では、はい、油とバター使ったような気がするんですけど、よくご存知でいい質問ですね。あれは普段だったらどっちでやることが多いですか？でもあれはなぜかというと油は結構滑りやすいんですよね、卵が。なので使うっていう感じです。あとバターは単純に美味しくなるんですよね。美味しくなる。ただ滑りにくいです。バターを入れると。はい。なんで両方使うといいとこ取りみたいな。コクも出てバターのコクも出て滑りやすくなるんで両方使うんです。バターだけだとちょっとつきやすくなります。そうなんです。はい。なんで初心者は本当油だけか、バター入れたいんだったら油とバターがいいかなって思いますね。はい。じゃあちょっとりょうたくんやってみてください。はい。さっき覚えたことを、はい、しっかりとやって多分完璧にできると思うんで。はい、ありがとうございます。頑張ります。じゃあまずは油ですね。油少量入れます。はい。ちょっとだけです。はい。はい、じゃあこれで火つけます。強火で。はい、強火で。ちょっとチェックですね。ちょっともうちょいですか？まだもうちょいですね。いいですか？でもこんな感じですね。パチパチしたら OK です。入れてから弱火にします。もう弱火でいいです。もう弱火で。はい、これで一気に。さあ、いいさ。OK です、OK です。はい。で混ぜます。左はで周りからもっと周りからですね。もっと周りから。もっと周りからもっと周りからです。もっと周りからもっとよし、もうちょっと OK 止めます。はい、よし、これでヘラに変えます。奥に持ってきます。奥にそうっす。いいっすね。うまいかも。でトントン使う。この奥の塀を取ってどんどんいきます。でどうかな、ちょっと焼かないといけないですよ。1、2、はい、どうぞトントンしてください。動くかな、もうちょっと斜めです。ちょっと待ってください。これでそうっす。いいね。おお、来た。オッケー。
これでちょっと整えて、はい、でこのヘラで奥やってひっくり返す。これ思い切りが必要。いっせーので、おおきれい。よし、このまま焼きましょう。このまま焼きます。もうほっとけばいいですか。はい、1、2、3、オッケー。よし、これで奥に持ってってください。そうです。で、こっからヘラ入れてもらって。はい、そうです。待ってうまいんだけど。おお、すごい。綺麗じゃない。めっちゃ綺麗よ。めちゃくちゃ綺麗。何回目？ありがとうございます。すごい。これで押していくね。よし、じゃあ切ってみます。はい。押していくね。そうです。いいじゃん。いい感じ。おお、すごい。めちゃくちゃうまくない？いや、すごい、めっちゃ綺麗にできた。さすがっすね。いや、りょうだくんやばいじゃん。練習してきたらしいです。何回目ですか、リアル？リアル、でもまあ料理人の時から数えると10回目ぐらい。うまい。いや、これできたことないです。でも本当ですか？これね、本当難しいんですよ、自然に開かせるっていうのは。はい、才能があるですね。いや、レクチャーがすごすぎます。いや、オムプロパンでございます。これめちゃくちゃやっぱやりやすいです。でもすごい。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今日はオムプロさんにオムライスの作り方を教えてもらったんですけど、めちゃくちゃうまく作ることができました。びっくり。本当にびっくりしました。ありがとうございます。まさか僕もここまでうまいとは思ってなかった。絶対無理だろうなと思ってました。すいません。ありがとうございます。僕もびっくりしてますので。でも本当に包丁のその研ぎ具合めっちゃ大事なんですよ。なるほど。なんでだろう。やっぱ切りやすい方がスッていけるんで、卵ってすごい繊細なんで切れにくいんですよね。だからこの包丁の研ぎ具合っていうのもめっちゃ大事なんですよ。これめっちゃやりやすいです。はい。このりょうたくんからもらったやつ。ありがとうございます。こちらのオムプロパンのリンクを概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで今回はオムライスのプロさんにオムライスの作り方をレクチャーしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。今回も動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。